ロドスの一責任者である以上、考慮した上での判断であってほしいものだが、私に必要以上の情報を公開すれば、いかなるものであっても、ロドスとの提携価値の天秤を左右するのだぞ。無論、それは交渉手段にもなり得るが、このジェトンは、生産の補助に用いるもので、宝石取引所の数百年にわたる伝統でもある。まずはこうして並べて、デモンストレーションしても構わんが、普段はそれらしく並べて、客人に取り込み中と見せているだけだ。生産なら、言うまでもなく計算機の方が早い。記者のエンジニア部が、からくり宇宙に興味を示していたものだから、モニタリング機能を持たないものをワンロット作ってみた。この1話はドクターに。面白い趣味だと？いや、これは一族の伝統工芸だ。我々の技術は、もともと宝石とは縁もゆかりもないものでね。ああ、私は15にして宝石取引所を継いだ。一つ目の天秤が組まれたその日から300年。カウンターの奥に居座る者が誰かなど、さして重要ではなかったし、ましてやその者の年齢では何も変わらない。客人には整然たる秩序だけ見せておけばいいのだからな。それともまさか、私の実力を疑っているのか？私の医療報告書を見ているのか？恥ずかしながら、確かに私は理由もなく負傷してばかりだ。それを、一族に刻まれた呪いであり、私も先代たちのように短命に終わるだろうという者もいる。だが、宝石をあるべき場所に返すまで生きたのだから、もう、十分だろう。左中に霞みゆくあのキャラバンは、やがて、私が新たに打ち立てた市場に到着しよう。貿易ネットワークに組み入ったおかげで、集落は拡大の一途をたどるだろうな。もう一つの輝ける都市を作る。いや、私は集落がごく自然に成長していくことに期待したい。100年後のことは、もはや、私とは無関係なのだから。よーし、いい子だ。この肉感を食べてみな。きっと気に入るぞ。どうだ？違う。ドクター、いつからそこに？私が記者のオペレーターの所有物をみだりに処理するのは不適切だろうから、このしつこくまとわりつく民衆を追い払ってはもらえないだろうか。すまない。長旅の疲労がたたったのだろうか。まさか居眠りしてしまうとは。いや、休憩室への案内など不要だ。あなたが貨物のリストと睨み合っていたものだから、手持ち無沙汰でつい。休憩ついでに物語を聞かせてくれる？雪にまつわるもの。ぜひとも頼む。取引は、相手の懐を天秤にかけると同時に、人の心をも推し量るものだ。何度か繰り返せば、互いの心のありさまが、おおむねわかる。私は、ロドスとの提携を光栄に思っているが、あなたは私をどう見ている？もし、私の心にも、いつか翼が生えると信じてくれているのなら、もう他に何も望むまい。いつまで眠っている？左中に光る宝石に目を凝らしていようがいまいが、時間の砂粒は流れを止めないというのに。アナと女子が、こたびの提携を実現させてくれたことには感謝しているが、私はもう、彼女の口から語られる、輝ける都市の宝石貿易支配人ではない。手放していないのは、商人間で使っていたコードネーム、サンドレコナーだけだ。
製薬会社が自社で護衛を育成してるのか。なかなかの先見性だ。感謝する。あなたたちが勲章の贈与で業務契約の特別感を演出しようというのなら、私もサルゴン伝統の返礼品をいくつか用意しよう。金と銀はどちらがお好みかな？夢を見た。この手から飛び立ったからくり宇宙がもう二度と戻ってこないという夢を。空になった両手をぶら下げて流れる大河の前に立ったとき、私はあの子たちが羽ばたく方向を知っていることを嬉しく思ったんだ。損得を天秤にかけ、善悪を見極める。カウンターの奥でも、砂漠の上でも、やることは変わらない。私が関わってきた警備隊と比べても、この部隊の実力は全く遜色ないな。からくり宇宙はすでに放ってある。戦争や厄災とは取引しない主義だ。あなたはまた何を天秤にかけようというのだ。見定められないものがあれば私に聞け。至極の一品はいつも争いを引き寄せる。命は常に格好の取引材料になる。お前たちは自己認識より幾分か軽いのかもしれんぞ。そんなものか。罪を犯した者はいずれその罪に飲み込まれる。なんと重い魂だ。砂が集っては散り、生命が枯れては栄える。そんな無数の繰り返しの中で、あなたは常に最も困難な道を選ぶのだな。値のつけられないこの傑作の見届け人になれて光栄だ。彼らも自分たちの許しを得られることを祈ろう。知りたいのはあの者たちの行き先か、それともこの先の迎撃に適した地形か。この戦場に私が見えぬものはない。気を落とすな。あと重しいくつかで十分に釣り合う相手だ。結晶時代以降の審美眼は筆舌に尽くしがたいな。私がこれまで天秤を浪した者を何人指切り送りにしたか知っているか？私の首振り雲獣オブジェに何か物申したいことでも？アークナイツ。ドクター、もう少し着込むよう。すまない。砂漠の激しい寒暖差に備えて、客人への声かけが癖になっていてな。我が一族の食材は極秘事項でもあったから、一体どうやってサルゴンの砂漠をさらい尽くすつもりだなどと、いぶかしむ者もいなかった。同じく長い道のりを選んだロドスに、懐疑的な意見が寄せられているのを見て、私は初めて自らに問いかけ、それからあなたたちの答えに学んだんだ。信念といえば、繰り返す四季の始まりに人々が宝石を買い求め、幸運を願うものだ。あなたも何か願いがあれば、いくつか見繕ってやってもいいが、私と同じものがいい。そうだな。私も今年からは何か願掛けをすべきなのかもしれん。